株式会社再生社代表取締役西村孝光社長にわざわざお越しいただきました。お招きいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。もう本当にこのたくさんの製民シリーズをね、手掛けていただいて、開発した製民シリーズをずっと長きにわたって販売していただいて、全国でネットも含めてありがたく存じております。こちらこそです。ありがとうございます。御社の一番のメインの商品である水の彩りシリーズの一部を当山田しおり枕研究所でも販売させていただいております。このあたり今日じっくりですね、社長に余すところなくお話を伺っていきたいと思いますので、開発から販売まで伺えたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まずですね、私、医者で整形外科医なので、医療の中では原診療医としていろいろな薬物、薬であったり飲み薬から外用剤食であったり、医薬品っていうものを取り扱うことがやっぱりメインなんですよね。で、医薬品、医薬部外品、そして化粧品がある中で、御社では社長がこの化粧品というところに心を注力され今まで販売されてきた化粧品というのは一体どんな思いがあるんでしょうか。そうですね、医薬品、医薬部外品、そして化粧品とあって、医薬品はちょっとやっぱ違うと思うんですね、お薬ですし、お医者さんから処方していただくものなんですけど、世間一般にその化粧品と医薬部外品っていったときに、化粧品のグレードの高いものが医薬部外品と思われてることが多くって、実際そうだと思うんですね、思われてること多いと思うんですけど、実際は化粧品と医薬部外品って全然ステージの違うものであって、端的に言うと医薬部外品ってその体のどこかお肌ですけど、お肌のどこか不調のあるところに対して使って改善するために使うものっていうものであって、化粧品は日常から使い続けることによってお肌全体を健やかにするためのものなので、毎日家族みんなでたっぷりというか全身に使い続ける、どっか具合悪いところがあるから治そうということじゃなくて、日常のケアとして使っていただくものとしては、やっぱ化粧品でしょうということで、医薬部外品は本当にアトピーのお悩みの方があったり、ひどいその赤切れがあったりとかっていう時に使うものっていう、どっちかというとそっち寄りなので、化粧品の方に特化したかったっていう、化粧品の方を皆さんに使っていただきたかったっていうことなんですね。はい、わかりました。じゃあやっぱりもう根本的にもう根っこが違って、症状に対して症状を何か緩和するもの、そうではなくて、その良い状態を根本的に作っていくみたいなことが日常でデイリーに使えるこの化粧品というジャンルになる感じで理解してよろしいですか。そうですね。はい、わかりました。医薬部外品ってやっぱり薬の一種っていうことなので、もうその次元が違うというか、それぞれで必要なんですけれど、役割は全く違うものであって、2つ一緒に両立するものであると。はい、では今回この2つのシリーズですね、特に保湿ということで、保湿という効果にこだわる何かエピソードであったり、気持ちであったり、本当に開発のところからお話しすると本当長くなっちゃうんですけど、長くて結構です。保湿の大事さっていうのって、保湿がお肌が保湿っていう言葉にはちょっと幅があるんであるんですけど、保湿がちゃんとお肌の保湿がちゃんとできていれば、いろんなそのトラブルを未然に防ぐことができる。要はそのお肌が乾燥しているから日焼けしやすかったり、できた吹き出物とかお肌のトラブルがなかなか治りにくかったりっていうことになっていくので、普段からお肌がちゃんと保湿できていれば、いろんなことが起きても治るのに時間がかからなかったり、日焼けしてもダメージが少なかったりっていうことになっていくので、普段のその保湿っていうのはとても大事、健やかなお肌を保つためにはそのベースとしてすごく大事なこと、その上で日焼け止めが大事だったり、洗顔の方法が大事だったりということはありますけど、普段の保湿をしっかりしていくっていうことが全てにおいてポジティブに働いていくっていうふうに思っているので、まずもって保湿が大事でしょうというところなんですね。
じゃあ保湿はまさに皮膚のこのインフラみたいなところですかね。まさにそうですね。はい、そう思いますね。私なんか、整形外科なので、皮膚科の勉強したのって実は医学部の最後の医学生ぐらいの時しか勉強してない。その時に皮膚科の教授が言った言葉で一番印象に残ってるのが、皮膚っていうのはバリアなんだっていう言葉なんですよね。そのバリアが壊れてしまうと、もういろんな外から入ってくる、感染症、細菌であったり、いろいろな悪い反応であったりっていうのが起こるけど、バリアとして要は体の体内を守っている最大に面積の大きなものがこの皮膚である。その皮膚を保湿するっていうことはもうインフラっていうことですよね。バリアを保つためにも。いいこともいただきました。インフラ外部からのこう、戦える皮膚を作ってるのが保湿っていうことですかね。まさにそうだと思います。僕らよく言うのはその内面からその新しい肌がこう新しい皮膚が入れ替わっていくにあたって、肌の表面が保湿されていることが、そのサイクルを早めるイコールその健やかなスベスベなお肌を保つためにはそこは大事なところということもよく言うんですけど、おっしゃっていただいたように外からの外敵というかその紫外線も含めて、いうものから肌を守る意味では、表面がしっかり保湿されて強い肌になっているっていうのはとても大事なこと、そのためにはまずもって保湿が大事っていうところですね。わかりました。よくわかりました。ありがとうございます。はい。そしてこの商品、ひらがなで水の彩りと書いてありますね。ここには漢字で水の彩りと書いてあります。水ということで水にこだわってらっしゃるんですけど、水とは御社にとってどういう意味なんでしょうか。水って本当になんかこういろんな力を持っているものってスピリチュアルな話になってしまうんですけど、そこはちょっと置いといて、水って本当に大事だと思って、こうやってこう透明な水ってみんな一緒に見えるんですけど、実は中身全然違うっていう、ね、ところがあって、そもそも僕らはこの飲み水とか調理に使う水としてどんな水が人の体にいいのかっていうことをずっとこう勉強し続けていた。でその中でこういう水が絶対いいよねっていう僕ら確信を持ったところで、いやそれって肌の表面からもその水って大事よねっていうのが当時っていうかこの商品が開発された30年ほど前で。今もアトピーでお困りの方たくさんいらっしゃいますけれど、当時ってアトピーの方に出すそのステロイドっていうのの種類もなくって、少なくって出す方も塗る方もまだ慣れてなかったので、結構そのアトピーっていうの症状の緩和には苦労されてる方が多かった、でそんな中でやっぱりお風呂に入っても洗顔してもいくら水をかけても水では保湿できないという認識の方が非常に多くってでも僕らはちょっとそこは違うんじゃないかと思ってて、それは水道の水だからダメなんでしょうと。で僕らが思っている水を使っていただくときっと違うはずって思って使っていただいたらやっぱり違ったっていう声を皆さん多くの方患者さんからいただいたので、じゃあその僕らが思っているこの水を使った商品化粧品そもそも飲むために水だったので、その水を塗るためのものに変えよう作ろうっていうことでできたのが水の彩りなんですよね。なのでこの水自体を塗っていただけばいいんですけど、その水に対するコンセプトとか考え思いっていう意味ではいいんですけれど、水だけ塗っちゃうとすぐ蒸発しちゃうので、肌に長くとどまって肌の内部に向かって水が入っていけるような物理的な意味の形状にするためにやっぱりこうゲル状のものが欲しかったっていうところで今1年くらいかけて作ったのが水の彩りなんです。成分そのものがもうちょっと素人なんですけれども、もう全然この水道水とかミネラルウォーターとかこの水の彩りの水とか成分的にも違うと考えて。そうですね、厳密と違いますね。成分も化粧品に配合されている成分っていうふうに言い方っていうか視点で見ると水は水なんですよ。その水の中身を紐解いた時に、そこはやっぱ随分違う。水ってやっぱりこう飲料水適合基準上水道基準法ってありますけど、水道基準法で認められているその水の中身っていろんなものが多少入ってていいっていうものがあるじゃないですか。あるんですけれど、僕らはそういうものを科学的な処理をせず熱も加えずにその全てを取り除く、もうH2Oだけでいいんだとどうかしたら、でそれじゃあそもそも飲み水なのでそれじゃ美味しくないので、ミネラルだけはある程度残っていてもいいけれど、そ
の前提として科学的処理とか、はいpH を変更するというか、熱を加えるとかっていうことは絶対にしちゃいけない。でそうすることによって、そこはスピリチュアルな話ですよ。命が失われる、はい魚も生きられない水になってしまうということなので、はいもう魚も元気に生きられるような生の生きた水、はいでもって不純物が一切ない水はっていう水が肌にも浸透しやすいんだというふうに考えたものですね。それはこういろんな説があるんですけど、今も僕らそこはかかってなくて、はいその水使っていただくと肌に浸透しやすい。はでアトピーの方に患者さんにその水を、この状態の水を塗っていただいたら、もう洗顔してもしっとりしないと、この水を塗るとすごく楽になる、かゆみが収まるっていう話をいただいたので、じゃあっていうことで作ってみたんです。はい、はいそれが水の彩りの水ということですね。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。